次は当位についてお話ししましょう。2010年の作品です。このドラマは全60話で、各話は約1時間です。韓国ドラマは長編が多いですよね。ちなみに、トンイの監督はチャングムの誓いの監督と同じ方です。私のトンイの感想をお話しします。韓内監の微笑みを毎回楽しみにしていました。彼は王様の側近の宦官で、ドラマの架空の人物だと思いますが、その微笑みが見れるととっても嬉しかったです。韓内監は王様のそばにいて心配したり喜んだりし、時にはお茶目な言動で王様を困らせたりします。また、王様とトンイが街をお忍びで歩くシーンは王宮とは違って本当に楽しそうで、2人とも可愛らしかったです。おそらく王様が頻繁にお忍びで街に出ることはなかったでしょうが、王族の鮮やかで華やかな衣装も美しかったです。全体的に面白いドラマでした。トンイの時代についてお話しします。このドラマの時代は朝鮮王朝の第19代王スクチョンの治世です。スクチョンの治世は1674年から1720年までの46年間で、彼の生まれ年は1661年、亡くなったのは1720年です。つまり13歳で即位し、59歳で亡くなりました。スクチョンは強い王権を持った王様でした。この時代、日本では江戸時代の第5代将軍徳川綱吉から第8代将軍徳川吉宗の時代です。中国大陸では清の時代が続いており、ヨーロッパではブルボン朝の第3代フランス国王ルイ14世、通称太陽王の治世です。トンイについてお話しする際には、どうしてもネタバレが含まれることをご了承ください。史実を知った上でドラマを見るとさらに楽しめると思いますが、ネタバレを避けたい方はここで動画を停止して次の動画へ移動してください。このドラマは架空の物語であり、主人公のトンイはかなり美化されています。ドラマのトンイは明るく活発、社交的で芯が強く、たくましさを持ち、キラキラしたイメージです。そのイメージが好きな方には、これからお話しする内容がショックかもしれません。しかし、史実のスクピンチェ氏について知りたい方は、続きをご視聴いただければと思います。
はお話ししていきましょう。ドラマトンイでは先民出身のトンイが最下層の身分から王様の側室になります。そしてトンイが亡くなった後に彼女の息子が第21代王四女になるストーリーが描かれています。トンイのモデルとなった実在の人物がいます。それはスクピンチェ氏です。彼女は王様の寵愛を受け、後に四女を産んだことは史実です。しかし、彼女が王宮入りする前の資料は残っていないため、名前がトンイだったのか、先民出身だったのかは分かっていません。トンイという名前はドラマのために創作されたもので、ドラマはスクピンチェ氏をモデルにした脚色された物語です。史実のスクピンチェ氏についてお話しします。彼女の生まれ年は1670年。亡くなったのは1718年です。スクチョンとの年齢差はマイナス9歳で、彼女は23歳で側室になり、48歳で亡くなりました。歴史を知る際には年齢を頭に入れておくとより楽しめると思います。スクピンチェ氏は7歳で王宮に入り、チムパンに配属されました。チムパンとは王室の衣装や寝具の針仕事を担当する部署です。その後、2番目の王妃付きの女官となりました。ドラマでは身分や配属された部署が異なります。その後、正確な時期は不明ですが、スクチョンの寵愛を受けてスーン三軍となり、23歳で側室になります。彼女の第一子である王子は生後約2ヶ月で亡くなり、24歳で第二子の王子、後の第21代王四女を産みます。28歳で第三子の王子を産みますが、生後間もなく亡くなりました。29歳でスクピンとなり、31歳から34歳頃に王宮から約 1km 離れたイヒョン郡に引っ越します。その理由は歴史的に不明で謎に包まれています。41歳頃にはイヒョン郡から息子の指定に引っ越し、母子で暮らすようにとの命令がありました。彼女は48歳で亡くなり、スクチョンはその2年後に亡くなりました。四女は母の身分の低さに苦労したと言っています。母がムスリ出身であったという説がありますが、可能性は低いと思います。彼女が両家のご令嬢ではなかったために、四女が苦労したということだと思います。
その理由をお話しします。女官は基本的にエリートです。15歳までに宮廷入りし、女官見習いとして経験を積み、一人前の女官を目指します。エリートとして部署の仕事以外の雑用はしないため、その補助としてムスリと呼ばれる下働きの宮女がいました。ムスリは高麗時代や朝鮮王朝時代の王宮で掃除や洗濯、雑用を担当した先民の女性で、王宮の外に住んで通勤し、結婚も可能でした。ということは、たとえ王様のお手つきになったとしても、生まれてくる子が李氏ではない可能性があるので、ムスリから王様の側室になるという説には少し疑問があり、女官から側室へという説の方が可能性が高いと思います。スクチョンの配偶者についてお話しします。スクチョンの正室は4人います。正確には3人ですが、ややこしくなるので、王妃になった順に4番目の王妃までお話しします。最初の王妃はスクチョンと同い年で10歳で結婚し、13歳で王妃になりました。2人の王女を出産しましたが、どちらも早生しました。そして最初の王妃は19歳という若さで病気で亡くなりました。2番目の王妃はスクチョンとの年の差はマイナス6歳で、スクチョンの母から衰退されて14歳で結婚しました。2番目の王妃は礼儀正しく徳があり、民衆からも慕われていましたが、子供が生まれず王様の寵愛を受けることはありませんでした。彼女が21歳の時、王様の寵愛する側室が王子を産みました。その翌年には、その側室とその後ろ盾である政治派閥の策略により、2番目の王妃は廃位され、庶民に降格されました。その側室の産んだ王子はセジャとなり、その側室は3番目の王妃となりました。セジャとは王様の跡継ぎのことです。しかし、その後、政局の転換が起こり、3番目の王妃は側室に降格され、2番目の王妃が27歳の時に王妃として復位しました。2番目の王妃は22歳から27歳まで庶民に降格させられ、辛い思いをしました。その後、34歳で病気で亡くなりました。2番目の王妃が亡くなり、いろいろとごにょごにょありまして、新たに4番目の王妃が迎えられました。この4番目の王妃については、後ほど詳しくお話しいたします。